こんにちは、ゆうです。皆様お久しぶりの投稿になってしまってすみません。コメントなどで様子を気にかけてくださった方もありがとうございました。実は少ししまくりをお休みして、ある企画のお手伝いをさせていただいていました。先日フラメンコ衣装を販売されているソニア・ジョーンズさんというブランドからスペインにちなんだマイデザインの配布が行われ、その第1弾のフラメンコなワンピースのマイデザインの制作を担当させていただきました。実際にソニア・ジョーンズさんの扱っていた衣装を参考に8着のカラフルなワンピースを再現しています。今回はそのマイデザインのご紹介と、衣装にも使っている立体的なフリルの描き方のご紹介、そしてそれを踏まえてフラメンコなワンピースのメイキングの様子も解説していきたいと思います。メイキング撮影をしたのは1着のみですが、ドット絵は私のブログで全て公開をしています。ご自身で作ってみたいという方はぜひ概要欄のブログの方をチェックしてみてください。それでは早速フラメンコなワンピースのマイデザインをご紹介していきます。今回制作したのはこちらの8着のワンピース。なるべく色味やフリルのタイプ、胸元のデザインの違うものを選んで制作してみました。これらのデザインはソニア・ジョーンズさんの作者コードから検索してダウンロードすることができます。モチーフにした衣装の一部はこんな感じ。どれも素敵な衣装なので、できるだけ再現できるように頑張ってみました。ドレスを1着ずつご紹介していきます。まずはフラメンコなティアードワンピースのレッドとフラメンコなドットワンピースのグリーンです。どちらもビビッドな色味が可愛いなと思って作ってみました。次はフラメンコなティアードワンピースのピンクとフラメンコなフリルワンピースのブルーです。この2着は参考にした画像でも同じ色味の帽子をかぶっていたので、カンカン帽とコーディネートをしてみました。次はフラメンコなエプロン付きワンピースとフラメンコなフラワーワンピースのイエローです。こちらの2着は少し他と雰囲気の違うデザインを作ってみたいなと思ってチョイスしました。最後はフラメンコなフラワーワンピースレッドとフラメンコなドットワンピースのブラックです。黒を使ったこちらの2着はフラメンコらしさが一番よく出ているんじゃないかなと思います。ちなみに今回は衣装に合わせたフェイスペイントのデザインも2種類作りました。同じくソニア・ジョーンズさんの ID で配布中です。キリッとした目元になるように描いてみたので、ぜひ試してみてください。さらに今回はもう少しおまけがあります。撮影用に制作した小物ですが、日本とスペインの国旗、そしてソニア・ジョーンズさんのロゴマークを手旗にしてみました。こちらも配布することになりましたので、写真を撮る際にぜひ一緒に使ってみてください。実はソニア・ジョーンズさんのホームページでは、ただいまフォトコンテストも開催中です。フラメンコ衣装を着た写真を投稿して参加することができるキャンペーンで、詳細はソニア・ジョーンズさんのホームページでご確認ください。私もいろいろ撮影をしてみたのですが、例えばヨガをさせて写真を撮ると、こんな風にフラメンコを踊っているようでとっても可愛かったです。ぜひ衣装を着ていろんな写真を撮ってみてはいかがでしょうか。さて、ここからはマイデザインのメイキングをご紹介していきます。今回撮影したのはこちらのグリーンのドットワンピースです。前面の縦のラインとスカートの部分にたっぷりフリルがあしらわれていて、大きさの違うドットが目を引く衣装です。たっぷりとフリルを使ったこの衣装のメイキングの前に、まずは立体的なフリルの描き方から解説していきます。少しでも洋服のマイデザを作られる際の参考になったら嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。今回は分かりやすいようにまず通常のマイデザインで描いていきます。まとめてカラー変更のグレーのグラデーションのカラーパレットを使ってみましょう。
白い生地のフリルを描きたいのですが、一番明るい白ではなくて、それより少しグレーっぽい色で塗りつぶしてから始めます。まずはフリル生地の長さを決めます。このラインはフリル生地が縫い付けてある部分にあたります。5マス分間を空けて少し濃いグレーでフリル生地の裾のラインを描きます。同じ色で生地が波打って見えるように影を足します。まずは分かりやすく3マス間隔のゆったりとしたフリルにしてみます。左下プレビューを見ると滑らかなうねりのあるラインになっているのがわかります。もうこの時点で生地がへこんでいる部分を単純に暗くしてあげればフリルっぽく見えてくるのですが、もう少し自然で滑らかな感じにしてみたいと思います。フリルの書き込みをするときはハイライトを先に描くと形が浮かび上がってくるので、その後が描きやすくなると思います。影のすぐ上にハイライトを置いて上方向に伸ばしていきます。この白い色を三角形に薄めていくようなイメージでグラデーションを作ります。もう少しひだが浮き上がってきたと思います。フリルの形がイメージしにくい方はこんな風にハイライトから先に決めると描きやすいと思います。次は生地がへこんでいる描写を加えます。へこみは逆三角形をイメージして暗めのグレーで描いていきます。まずは裾の影と同じグレーで小さな三角形を描いてみます。このグレーを伸ばしていくようなイメージでグラデーションを作ります。グラデーションを広げるときはハイライトを入れた位置のライン上には重ならないようにすると綺麗に見えると思います。これでハイライトの三角形と影の三角形が組み合わさるようになりました。最後にもう少し暗い色味で微調整をしました。これで生地の立体感は出てきましたが、まだどこかのっぺりした印象があるので、さらに自然な感じに見えるように手を加えます。まず裾の影の部分に濃い色を少し重ねてメリハリをつけます。それからへこみ部分の裾の輪郭線がくっきりしすぎているので薄い色にしてなじませます。こうすると布の薄さも表現できると思います。これでかなり自然な感じになりました。最後にフリル生地が縫い付けられている部分の描写を加えます。見やすいように一段下げて薄いグレーで斜めのシワとハイライトを少し入れてあげます。これでゆったりとしたフリルが出来上がりました。この描き方を基本として使える色数やフリルの間隔によって少し崩しながら描いていくといいと思います。今度は同じ要領で間隔の狭いフリル生地を描いてみたいと思います。影と間の間隔は1マスか2マスでランダムに描いていきます。ハイライトも同じ要領で描いていきますが、2マス幅の影の上に2マス幅でハイライトを入れてしまうと少しカクついた印象になるので、ここは左右どちらか1マスだけにしてあげるとちょうど良くなります。2マス幅の部分は少しゆったりと、1マス幅の部分はぎゅっと寄せたようなフリルになります。先ほどは三角形をイメージしてハイライトを伸ばしていきましたが、今度は間隔が狭いのでもう少し細長く伸ばすことになります。
影の形も変わります。この1マス幅のフリルの横はぎゅっと間隔が寄っているので、強く細長い影がつきます。反対にゆったりとした部分にはふんわりとした影をつけてあげます。こうすることでランダムなフリルの形がよりはっきりしてくると思います。あとは先ほどと同じようにハイライトのラインには重ならないように影を伸ばしていきます。ここでも少しポイントがあって、間隔の狭いフリルを描くときには影を下まで伸ばしきらないようにします。こうするとハイライトと影が分断されすぎなくてちょうどよく馴染むかなと思います。生地の裾の部分の描き込みをします。影に暗い色を重ねて輪郭線をなじませます。あえて全体をかっちり描きすぎない方が自然な印象になると思います。最後にフリル生地を縫い付けた部分の描写も描き加えて、これで完成となります。せっかくなので少し重なった2段のフリルも描いてみます。まずは先ほどと同じ要領でフリルを2列描いていきます。ただ普通に描いただけだと重なっている部分がごちゃごちゃしていてよくわからない印象があります。まずはラフに塗っていた上段の影の部分をしっかり塗って強調させます。次に下段の生地に上段のフリルがかぶさったことでできる影をつけてあげます。これは単純に影の部分の範囲を広げてあげるといいと思います。左下のプレビュー画面を見ながら影の形がうまくつながるように微調整をします。影がしっかりついたので、かなり上段と下段の位置関係が分かりやすくなったかなと思います。同じように裾の書き込みをして完成です。最後に色移りについてもご紹介します。白いフリル生地をグレーだけで描くよりも、服の他のパーツの色味を少し混ぜたグレーを使うと全体の馴染みが良くなります。今回は後でメイキングをご紹介するグリーンの衣装を想定して少し緑を混ぜたグレーを使ってみました。ちょっとしたことで印象が変わるのでぜひ試してみてください。それでは最後にフラメンコなドットワンピースグリーンのメイキングもご紹介していきます。こちらのマイデザインで使用したカラーパレットはこんな感じです。なるべくドレスの部分にたくさんパレットを使いたかったので、肌の色は今回2色と少なめになりました。先ほどもご紹介したようにグレーのグラデーションには少しグリーンを混ぜて作っています。まずは全体を薄いグレーで塗りつぶし、首元の形を描きます。鎖骨の部分も描いておきます。今回は肌の色と鎖骨の描き方はすべて統一してあります。襟元にも影を少しつけると、
より肌の上に布が重なっている感じがします。次は襟元の2段のフリルを描いていきます。服の型紙は立体的な形をしているので、左下のプレビューを見ながらうねるようなフリルを描き込んでいきます。ひとまずお腹のあたりまでフリルを描いて陰影をつけます。スカート部分から下はドットが間延びして描写されるため、思うように描くのがとても難しいです。なのでバランスを見ながら後から描いていこうと思います。すごくラフな形のフリルで細かい構造を考えるのが難しかったので、まずは見栄えのいい場所にハイライトを描き込んでみました。そうするとなんとなく波打ったフリルが浮かび上がってきました。それができたらハイライトの横に影を描き込んでいきます。胸元の縦のラインのフリルは中央で縫い付けてあるので、そこが一番暗くなるように色を重ねていきます。だいたい出来上がったらスカート部分にもフリルをつなげていきます。裾のドットが一番大きく描写されるので、そのまま描くとフリルの幅がかなり変わってしまいます。なのでその部分はあえて細く描くことで大きさを調整しました。緑色のフリルが描けたら、その脇に白いフリルも描いていきます。ワンピースももともと白い生地で同じ色味なので描写が難しいですが、まずは分かりやすく輪郭線を描いて後からなじませていくことにします。陰影の付け方は先ほどと同じですが、これは2段目のフリルなので、上に重なっているという表現をするために少し暗めのトーンで描いています。今度は襟元の反対側のフリルを描いていきます。先ほどとは逆で、1段目に白いフリルを描いて、2段目に緑色のフリルを描いて重なっているようにしたいと思います。最初に描いたフリルのラインを真似して少し変えてあげると作りやすいんじゃないかなと思います。ここから陰影も重ねて描写していきます。特に重なっている部分には暗い色を使って形をはっきりさせてあげるといいと思います。縦のラインのフリルが出来上がったので、次はスカート部分を描いていきます。フラメンコの衣装はウエストよりももっと下にフリルをつけてスカートにボリュームを出しているので、マイデザインも少しでも雰囲気が近づくようにフリルをつける位置を下げています。次に裾のフリンジ部分を描き込みます。全体のバランスを考え少し範囲を狭くして描いています。そしてその上には2段のフリルを描いていきます。先ほど解説した時よりももう少しラフな感じのするフリルを描こうかなと思います。裾のラインもかなりランダムでギザギザな感じにしてみました。当たりがついたら陰影を重ねていきます。今回はある程度影の位置を先に決めてから描き込むようにしました。
える色数は少なくて、色をのせる順番も違いますが、だいたい先ほどの描き方と同じような考え方で描き進めています。このフリルの部分でたくさんグレーの色味を使うので、遠目から見た時にくすんだ黒っぽいワンピースになりがちですが、今回は緑色を混ぜたグレーを使っているので、黒っぽい印象がかなり和らいだかなと思います。反対側も描き進めて2段のフリルが描き上がりました。上半身にドットの模様を描く前に、背中側にデザインを反転コピーしておきます。背面はフリルが襟で止まっているので、その部分を描き換えていきます。綺麗な V 字の襟元が完成しました。次はスカート部分のフリルも描き換えていきます。側面のフリルも前側とうまくつながるように描き換えていきます。首元もコピーした鎖骨を消して、背中の肩甲骨とつながるような描写を書き込んでいきます。前面に戻って今度はドット模様を描いていきます。一番小さいサイズの丸スタンプを使って等間隔にドットを打っていきます。襟元のフリルと重なる部分はペンツールで細かく描き込んでおきます。緑色のフリルとぶつかってしまうドットは、あえて少し色味の違う緑色にすることで、フリルのラインとくっつきすぎるのを防ぎます。それ以外も体のどの部分に書き込まれているかを考えながら、少しずつ色ムラをつけてあげるとよりリアルな感じになります。フリルとぶつかる部分には影も書き込んでおきましょう。大きなドット模様が書き込めました。背中側にも大きなドットを書き込んでいきます。最後は2段のフリルの部分に小さなドットを書き込んでいきます。このドットも1色だけで書き込むのではなく、フリルが膨らんでいる部分には明るめのグリーン、フリルがへこんでいる部分には暗めのグリーンを使うなどして、色を使い分けてあげると自然で立体感を損なわずに描くことができると思います。背面にも同様にドットを書き込んでいきます。次は袖のデザインを描いていきます。何段にも重なったフリンジのデザインで、この型紙でどう描写するのかかなり迷ってしまいました。ひとまず袖の目立つフリルを描き込んで、フリンジは側面から見た時に少し浮き上がって見えるように描いてみようと思います。このグレーの部分は胴体部分の生地とつながっているので少しドットが見えます。このバルーンになっている部分も描写がかなり難しいので、今回は立体感を優先して側面にあたる部分だけ明るく描写して、あとは少し抑えた表現にしようと思います。
肩の一番上の部分は襟元のフリルとつながるように描いています。腕はあまり細かく描写することができないので、ポイントだけ押さえて、あとは控えめな表現でいいと思います。反対側の腕は反転コピーをします。普通のドレスであれば反転コピーでもいいのですが、今回は左右非対称なドレスになっていて、襟元のフリルのデザインが左右で色が違います。肩に襟のデザインが少しかかってしまっているので、その部分の色味を変更します。いろんな角度からデザインを見て、うまく襟のラインがつながっているように書き込んでいきます。微調整ができたらこれでデザインの完成です。ここまで見てくださりありがとうございました。今回の動画の内容はいかがだったでしょうか。どのデザインも一つ一つ丁寧に作りましたので、ぜひ楽しく撮影したり遊んでもらえましたら嬉しいです。そしてソニア・ジョーンズさんのサイトでは素敵な衣装とともにフォトコンテストも開催中です。ぜひ概要欄のリンクから詳細をチェックしてみてください。スペインの文化やフラメンコの歴史なども紹介されていますので、そちらを見てみるのも楽しいかなと思います。私の方でもお休みしていた島クリエイトを再開して新しい場所を作っていきたいと思います。素敵なエリアが作れるように頑張りますので、ぜひまた当チャンネルを覗いてみてください。今回の動画の内容やマイデザインを少しでも気に入っていただけましたら、チャンネル登録やいいねボタンを押してみてください。今後の制作の励みになりますので、ぜひお願いいたします。今回も拙い動画ではありましたが、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。